大変だったことはいっぱいあるわ。ね、外国人と日本人でこう大きく分けるところがあるよね。はい。失礼いたします。はい。日本人は、そうなんだ、すごいね。で終わっちゃう。丸。ハロー、こんにちは、大家好。なるです。今日はゲストがいます。皆さん、こんにちは。ようです。台湾出身。あ台湾人です。台湾人です。そう、はい台湾人のようちゃんが今日私の動画に出てくれています。よろしくお願いしおます。願いします私、大学3年生の時に沼方に行って、で、その交換留学した時に、なるちゃんと知り合った。はい。大学生の時だから何年前 ?7 年前ぐらいかな。7年前ぐらい。そう。わで、私は大学4年生の時に台湾戻って、うん、で、なるちゃんはうちの学校の交換留学しに来たんですよ、ね。そう、ここ大学交換留学して。もう本当に交換留学。で、ようちゃんね、日本語がすごく上手。いやー、そんなことないです。上手なので。本当にそんなことないです。ね、せっかくだから YouTube に出てくれないということで、今日お願いをしました。ありがとうございます。では、今回のテーマは、日本に来て感じたカルチャーショックについて皆さんにね、シェアしたいと思います。日本に来て、日本で生活をして、びっくりしたこと、不便だと思ったこと、いいこともあれば教えてください。はい。はい。まずはいつから日本にいますか？ 2019年の4月。じゃあ、2029年から、だから ?2029 年じゃないそれは未来だよ。未来だったやばい。日本で最初に働いた会社は何系の？メガネ屋さんでした。日本で働いていて、カルチャーショックを感じたこととか、まあ、大変だったこと。大変だったことはいっぱいあるわ。いっぱいありそう。接客業の方が様々な人。そうだね、いろんな人がいるから。いや、最初は例えば、外国人なんで、訛があるので、うちは名札があるので、会話するときに目線がずっと、あなた日本人じゃないのね、みたいな。そう。で、最初は、やっぱ、ちょっ思したいみたいな。で、先入観、なんか、この人は外国人だから、言ってることは正しいかどうかわからないと思っちゃう。そうだね、日本人からしても、私が言ってることちゃんと伝わってるとか、そういう疑いというか心配とか、そういう目で見られるかもね。あんた、何言ってるの全然意味わからん。って言われたことある？そう。で、日本人変わってくれみたいな。最初は結構、でした。で、今はもうインカムで、すいません、日本人のスタッフ希望されてます。はい、お願いします。動じない。仕事で一つ聞きたかったのが、私も台湾でワーキングホリデーで働いていたんだけど、台湾の人って疲れてるとか、今日ちょっと機嫌が悪いとか、結構顔に出やすくない？出やすいかも。そう。日本人は結構顔に出さない人が多いから。それすごいと思う。台湾で働いてた時に、スタッフの一人がもう今日機嫌悪いですみたいな顔をしてて、私すごく怖くて。私も去年プライベートで一回台湾に帰って、で、友達とカフェに行くのね。で、オープンする前に外で待ってて、店員さんがドア開けて、で、なんか何も言わずにドア開けて、で、うちらは、もう55分だから、じゃあそろそろ入ろうと思って、で、入ったら、还没開店、请大面的。で、私は、何起きてんので、友達に聞いたら、態度が悪くないって。態度悪くないよ、これ普通だよって言われた。そっか。でももう日本に慣れてるからって、日本の、そういう接客の態度に慣れてるから、もう台湾の忘れてるって言われた。私の彼、ウクライナから来た人だから、ウクライナとロシア人って多分あんまり普段笑わないらしいの。ちょっとこう、怖い顔してるイメージない？だから日本人の店員さんがみんな笑ってるのがちょっと気持ち悪いって。みたいな。なんでそんなニコニコしてるの？嘘じゃん。みたいな。って言っていたの。あんなにニコニコしてるというか、お客さんにあんな優しいの、日本ぐらいかな。台湾でもそういう人いるけど、ちょっと人によるっていう感じじゃない？お店とか人による。でも日本って大体もう 95% ぐらいみんなニコニコしてる。
日本で働きたい人は、笑顔の練習を。そういう、入社するときに、1番スマイル。で、2番スマイル。1番スマイル、2番スマイル。そう。で、3番スマイルは、歯出て。歯をここまで怖い、ちょっと怖い。って感じ。台湾の人で、リアクションも日本人よりか薄めでしょ？日本人って、お迎えしとか。そうそうそう。勉強してる時も、例えば1対1の授業だったら、先生が、これはこうですよって言われたら、わかりました。とか、やっぱりいちいち反応するけど。疲れる。でも、台湾の学生さんって、でも、やっぱり授業、日本語を教えるだけじゃなくて、日本人と会話するときに、こういう反応をした方が、日本人と話すときは、スムーズにいくよとか、教えないといけない。で、一応教えるの、日本人やっぱりリアクションが大事。聞いてるかどうかの、反応が欲しいから、リアクション大事だから。それも研修ありました。ありましたあった。なんか、お迎えしとか。研修であったんだ。ありました。もし、日本でね、働きたい人がいたら、こういう練習も。練習が必要だと思う。接客のテストみたいな。あるの？あって、で、これは評価される。じゃあ今の会社で大変なこととか、びっくりしたこととか。今は海外営業なんで、私は台湾向けの営業なので、そんなにカルチャーショックは受けない。そっか。この間言ってたメール電話だっけ？メールか電話の対応。日本だと電話出るときに、なんか、お世話になっております。何々会社の何々と申します。何々様いらっしゃいますでしょうか？で、何々の要件について、ちょっとお伺いしたいと思いますので、ご連絡しました、みたいな。こんなに長い。あるよね、固定文というか。そう、定例文。定例文、ある。あるよね。で、台湾だと、喂，你好，我想找师谁？请问他在吗？不在，好，那没关系，那我等下再打给他。終わり。そう。で、名乗る人もいると思うけど、名乗らない人も多い。多いかどうかはちょっとわかんないけど、でも、いる。日本語で電話対応するとき、お辞儀しちゃう？今しちゃう。でも、日本人って電話するときね、こうよく、そう。お辞儀してるよね。そう。はい、失礼いたします。はい、すいません。で、5秒経って、こっち。そう。日本人ってガチャって切っちゃいけないから、そうだよね。ちょっと待つよね。そう。日本人ってね、挨拶、要件、これで大丈夫ですか？よろしくお願いいたします。お手数おかけします。どうぞよろしくお願いいたします。はい。じゃあ、ここまでちょっと仕事の話で盛り上がったんですけど、日本で生活して5年目。じゃあ、仕事以外、生活の面で感じたカルチャーショック、びっくりしたこととか、不便に思ったこととか、何かありますか？家を借りるとき外国人に貸してくれない。じゃあ、家を探すのが大変。日本は、基本的に2年の契約。だから、ちゃんと2年間住むかどうかわからないので、それも一つかな。確かに外国の人だとね、帰っちゃう可能性もあるよね。実際の原因はわからない。この間、日本でしてはいけないことみたいな動画を撮ったんだけど、日本人ってトラブルになりたくないから、トラブルになりそうなものを多分避ける傾向があるから、例えば文化も、ゴミ捨ての仕方とか、文化とか、台湾の人はね、そんなうちでパーティーとかそんなにしないと思うけど、ヨーロッパとかね、アメリカの人とか、家でパーティーして、騒音でうるさいとか、そういうのが、迷惑をかける。そう、いうのがあるかもしれないから、でもそれってやっぱ人それぞれじゃない？そうだね。人の性格によるんだけど、でも日本人は外国人と日本人でこう大きく分けるところがあるよね。そう。家を借りるのがちょっと難しい。他には？日本の電車の優先座席はいつも誰か座ってるのね。で、寝ったりする。こうね。でも台湾だと優先座席は多分あんまり座らない。本当に必要な人。
が。確かに。人いない時は座ってもいいかなと。でもそれは全然いいと思うけど、寝るのはちょっと。でもそうだよね。本当に困ってる人が来た時ね、避けられない。確かに。もう一つ、この間会ってちょっと話したのが、日本人と話す時の話題。日本の方との、でももしかしたら私自分の問題かもしれないけど、話題は恋バナとお仕事の話しか喋らない。でも私もそれは思う。しかも生徒さんからも言われたことがある。日本人とあんまり深い話ができない。そうだね。あれはどうしてなんだろう。プライベートの話に入ると、あんまり話したくないですよ、みたいな。デリカシーの話題だから、あんまり触らない方が無難だと思ったりとかすると思う。かな。でも、それもある。正直、でも恋バナも結構デリカシーの話だと思うけど。でもね、私思うのは、日本人、あまり趣味がない。なんか、興味がない。特に、でもね、外国人の人と日本人が話すとき、日本人外国にあんまり興味ない人が多いから、私もね、外国好きだからさ、今年はここ行ったとか、次はここ行くとか、そういう話をしても、日本人は、そうなんだ、すごいね。で、終わっちゃう。丸。そう。から、外国の人と日本人の人が話すとき、共通の話題がね、あんまりないんだと思う。何話したらいいね。私もわかんない。それ私最近感じる。日本人と話してると、話題が少ない。空気が。ちょっと気まずくなる。そう。しかもね、なんか、深く突っ込んでこないから、やっぱり日本人。例えばさ、友達に今まで行った国でどこが一番良かったって言われたから、ハンガリー好きだったって言っても、終わるの。もう少しさ、何が良かったのとか、食べ物深掘りはしないのね。そう。何語で話すのとか、なんでハンガリーなのとか、そういう、次の質問が来ないからさ、私もこのまま話しててもいいのかな興味ないなら、私話すのやめるし、だから話が続かないっていうのも。じゃあ今回ね、ようちゃんがゲストに来てもらって、いろいろ日本で感じたカルチャーショック、大変なことをシェアしてもらいました。皆さんの役に立ったでしょうか？役に立てばいいなぁ。ね、いいなぁ。そうですね。他にもね、いろいろ大変なことはあると思うんですが、今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。面白かったよと思った人はグッドボタンをお願いします。チャンネル登録も待ってます。それでは今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございます。ではまた次の動画で。じゃあねー。台湾のランズミエン。ランズミエン。どう？匂いは。ちょっと台湾の匂いするんじゃない？比較像排骨面とか。その匂いが。どう？ジュース。10点満点中。4。4!